16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今日は頭痛についてお話をしたいと思います。まず頭痛の分類、そしてあなたの頭痛は本当に片頭痛なのですか。最後に最も多い筋緊張型頭痛について説明したいと思います。日本人の頭痛人口はなんと3000万人とも言われています。私は以前から頭痛持ちなのよね、特に片頭痛持ちなのよねという方もよく外来で見かけます。本当にその頭痛、片頭痛なのでしょうか。そして長い間勝手に自分で買った市販薬を飲み続けている、これも特によくありません。ぜひ今日は頭痛について正しい知識を学びましょう。当院に朝から頭痛がひどいと言って来院される患者様が結構いらっしゃるんです。そういう方は朝まで寝ていた枕、これが体に合っていなかったということも原因の一つになっているかもしれません。朝起きた時から頭痛があるという方、ぜひ使っている枕の高さを見直してみましょう。なぜなら夜寝ている間というのは前日に首にかかった負担、頭の重さ4キロから6キロをずっと支えて首に負担がかかり続けていますが、その負担をやっと寝るときに頭を枕に置いて負担が取れる重要な時間帯である睡眠時間、これが良い姿勢で眠れていないと朝からひどい頭痛になってしまうことが考えられるのです。正しい枕で枕頭痛を治しましょう。では頭痛についての分類を説明します。一次性頭痛と二次性頭痛があります。まず一次性頭痛ですが、これがほとんどの頭痛のことを指すのですが、一次性頭痛とは頭痛そのものが障害となっているものです。片頭痛、筋緊張型頭痛、そして三叉神経痛や自律神経性の頭痛、すなわち群発頭痛などが含まれています。次に二次性の頭痛について説明をします。これは頻度としては 1% 未満ととっても少ないんですけれども、非常に重篤・重症になる可能性があります。生命の危険に及ぶこともあるので、発見することがとても重要です。体の全身的な病気、これを原因として起こってくる頭痛です。例えば頭部の外傷、怪我、また頭の中に起こる出血や脳梗塞、脳出血、脳の腫瘍などもあります。そして一方で感染症、今のウイルス性感染症や細菌性ばい菌による感染症などもこの 1% 未満、少ないけれどもとても重症になる可能性のある二次性の頭痛です。次に、あなたの頭痛は本当に片頭痛なのと題して、片頭痛とそれ以外の頭痛、これらを比べて特徴的なことをよく知ってください。片頭痛、緊張性頭痛、群発頭痛の3つについて比較してみましょう。頻度、性別、持続時間、頭痛の性質・性状、場所・部位、程度、日常生活、頭痛に伴う症状、誘発因子、その他、
そして治療についてお話しします。まず片頭痛ですが、すべての頭痛の約 10%、 女性に多いことが特徴です。月に数回起こる頻度の方が多いです。1回頭痛が起こると数時間から3日間ぐらい続くことが多いと言われています。頭の場所としては、片側に起こることが多いんですが、両側に起こる人もいます。程度としては中等度から結構強く起こることもあり、静かにじっとしていないと辛いなんていうことがあります。時々生活に支障が出ます。伴う症状としては、前兆といって目の前にちらちらとちらつきが見えたり、光が見えたり、音に過敏になったり、吐き気が出たりというような症状が出る方もいますが、典型的な症状でない方はこれらの症状が出ない人もいます。その他、遺伝子的な要素があることもあります。治療としては、まず安静をとること、そして頭を冷やす、薬物療法などがあります。次に筋緊張型頭痛についてお話をします。頻度としては頭痛の中で最も多い8割とも言われています。女性に多く、ほぼ毎日起こる人もいますし、時々繰り返し起こる人もいます。持続時間としては2、30分から毎日連日起こる人もいます。頭痛の正常性質としては、締め付け感や圧迫感が強い、非常に張りこりを感じて頭が突っ張っているような違和感を感じる方もいます。部位としては両側性に起こる方が多いですが、時として片側に起こる方もいます。程度としては軽症から中等度、重症まで様々です。日常生活としては支障がなく生活はできるという人も多いんですけれども、近年重症の筋緊張型頭痛もいらっしゃって、そういう方は結構日常生活が成り立たないというほど訴える方もいます。人によって異なります。伴う症状としては、第一に肩こり、疲労感、だるさ、さまざまな不定収素といって体の不具合を訴えます。誘発因子としては疲労、そして姿勢が悪いこと、起きてる時、寝てる時、姿勢が悪くなるとこの筋緊張型頭痛が起こります。その他としては精神的要素として非常に気持ちとしての緊張が強いとか、何かに悩んでいるとか、そういったことも背景として見られます。治療としては首を温めること、肩を温めること、薬物療法、そして姿勢、特に夜間の姿勢である適切な枕を使うということが重要になってきます。最後に群発頭痛についてお話しします。頻度はとても少ないです。これまでの片頭痛や筋緊張型頭痛と異なり、男性に多いという特徴もあります。頻度は群発期といって連続して頭痛が起こるときと、寛解期といって頭痛がほとんどない時期と2つの期間が分かれます。持続時間は15分から3時間、定期的に発作を繰り返す人もいます。症状は強く、まるで頭をえぐり取られるようなとか、灼熱、焼けるような痛みという訴え方をします。部位は片側が多く、目の奥が痛いとか、頭の横が痛いとかいう訴えが多く見られます。頻度としては、
重度の方でいるとすごく回数が多く起こったり、もうじっとしていられないほどのひどい痛みを伴います。日常生活の支障も大きく伴う症状としては、涙が出る、目が充血する、鼻水が出る、鼻が詰まる、発汗が異常に出る、汗がいっぱい出る、こんな自律神経の症状を伴うことも多く見られます。誘発因子としては、アルコールを飲んだ時、ヒスタミン、体に対する刺激が出た時などにも見られます。その他、遺伝性として 5% ぐらいの方に遺伝性が見られるという医学的な報告もあります。最後に治療ですが、やはりこれは薬物療法が中心となります。ですから必ず病院に行く必要、専門的な頭痛外来などの受診をお勧めします。片頭痛と筋緊張型頭痛が大変多いという話をしましたが、この2つを組み合わせるとなんと 90% 近くになります。この2つが混在する混合性頭痛というものもありますので、今お話した症状が思い当たるという方はぜひ、専門の医療機関を受診してください。では次に、筋緊張型頭痛、8割の方がなる大変多い頭痛についてお話をします。筋緊張型頭痛は2つのストレスによって起こります。身体的ストレス、体のストレスと精神的なストレス、心のストレスです。身体的ストレスとしては、まず姿勢が悪いこと、そして冷えなど、また天候、天気による気圧などによる、自然現象も影響を受けます。また首の病気、整形外科などにかかる首の変形やヘルニアやさまざまな病気も背景としてあることが多いです。一方、精神的なストレスはもちろん精神病や心因性の疾患、病気もありますし、少し気持ちが病むとか軽症のうつ病、心理的な一時的な負担、こんなことも影響してきます。筋緊張型頭痛は頭頸部、頭から首までの部位に緊張を伴う方と伴わない方がいます。例えば患者様でもとっても肩が凝るときに一緒に頭痛が起こるんですという方もいれば、私は肩こりなんて全くない、だけど頭痛だけ起こる、でも診察してみるとそれは血管性の頭痛ではなく、明らかに筋緊張型の頭痛の方もいらっしゃるんです。ですので、自分でこりがあるかないかということが分からなくても筋緊張型頭痛があるのだということを知っておいてください。そして頻度についてですが、稀に起こって繰り返す方と、起こるのがとっても頻回に起こってしまう方と、一度起こるとずっと慢性的に続く、いろんなパターンがあります。もう一つの頭痛、それが枕頭痛です。睡眠中に合わない枕を使っていると枕頭痛が起こってしまうんです。あなたがもし昨夜自分の体に合わない高さの枕を使っていたとすると、寝ている間に睡眠中に筋緊張型頭痛が起こり、それを朝起きた時から頭が痛いとか頭が重いという症状で気がつくということになります。
枕頭痛の原因となる枕、それはまずふっかふかの柔らかい枕、こういったものを当てて寝ると頭がグラ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 して首の緊張が強くなり、それが頭に行く神経を締め付けて頭痛が起こります。皆さん、柔らかい枕気持ちいいからいいなぁなんて思ってるかもしれませんが、それは首がぐらつくとても危険な枕なんです。一方でこのように凹凸の枕、首の下に高い棒を当てて一瞬首にピタッと合ってると思うかもしれませんが、これはじっとしている時だけ、上向きでじっとしている時は合ってるように思っても、横向くと顔に当たってしまったり、何しろ寝返りを打つ時にはこの形が首をガチッと固めてしまうので動きにくいということが起こりますから、今度は自分の力を一生懸命入れて寝返りを打とうとするので、これまた首に緊張が走る。それが首の神経を締め付け頭痛になってしまうのです。ではどうしたらいいかというと、枕はフラット平らで適度に硬くて、そして高さが自分にぴったり合っていること。高さが合わなかったらちゃんと高さを調節するということが必要になります。高さの合った枕を使うと寝返りがしやすいばかりでなく、寝てる間に頭と首が安定します。それによって首の緊張が緩み、神経を締め付けることがないので、筋緊張型頭痛が夜中に起こるのを予防できるのです。枕頭痛、つまり枕で起こる頭痛は正しい枕を使うことで解消できます。とても簡単なことです。よくいただく質問なんですけれども、夜寝ている間に体に合わない枕が飛んでしまう、要は頭が枕から落っこってしまう。これは首の角度が悪くなるので、肩が凝ったり筋緊張型頭痛の原因となります。また枕がないと、もしくは柔らかい枕だとうつ伏せになって寝てしまう人も結構多いんです。このうつ伏せがなぜ悪いか見ててくださいね。うつ伏せになって顔を埋めて寝る人はいないですよね、苦しいから。じゃあどうするかっていうと、頭を回して首を角にこんな感じで寝ます。これは首がぐーっとひねるので、首の神経の出口、これをぐーっと緊張してしまって神経を締め付けてしまう。その一部の神経が後頭部から頭に行っているので、これまた頭痛が起こるんです。ですので、うつ伏せによくなるという方、ぜひ適切な高さの枕をすることでうつ伏せになるのを避けましょう。私たちは長い間研究をしてきました。これまで410例の MRI を取るほど首の悪かった患者様に対して研究させていただいた結果です。頭痛の患者様も6割から7割適切な高さの枕を使うことで改善しました。ぜひ皆さん、枕を高さを整えることであなたの枕頭痛を解消しましょう。